元気に楽しく、レッツお絵かき。はい、どうもいのです。今回は鬼滅の刃の吾妻善逸を描いていきたいと思います。最初に軽く線を描いたあたりを目安に、しっかりと下書きを描いていきますよ。ちなみにこのチャンネルは元気に楽しくをモットーに、いろんなアニメや漫画のキャラを水彩絵の具とつけペンを使ってはがきサイズの紙に描いていくイラストメイキング動画を投稿しているチャンネルとなってます。コピックという便利なペンやデジタルが進んだこの時代、なぜ今水彩絵の具とつけペンで描くのか。それはもちろんいろんな道具を使って描いた方が楽しいから。少しでもこの動画を見てお絵かきしたいと思ってくれる人を増やすのが私の夢であります。ぜひ最後までゆっくり見ていってね。さて今回のイラストは鬼滅の刃の吾妻善逸。2025年4月18日現在、ちょうど鬼滅の刃の特別編集版鼓屋敷編が映画で上映されてまして、そういや善逸まだ書いてなかったっけと思い、今回は吾妻善逸を書かせていただきました。で、今回の下書きで難しかったところといえば、もうお分かりですよね。そう、刀。鬼滅の刃のイラストを描くにあたって難しいところといえば、服の模様と刀。もうね、どんだけ試行錯誤して描いたか。ただ、まっすぐ描くかと思えば、微妙に曲がってるんですよね。もうめちゃくちゃ描くの苦労しましたよ。逆に描きやすかったところは、顔と服の模様。顔は目つぶって寝てるだけやし、服の模様は三角形ですもんね。下書きが完成して次は色塗り。背景を塗っていきます。ビリビリの両端を水色で塗り、他を黒色で塗っていきます。これもね、めちゃくちゃ色塗るの大変でした。絵の具が水彩なんで、乾いたら薄くなる。どんだけ黒色を塗り重ねたことか。背景が塗り終えたんで、次はキャラを塗っていきます。最初は明るい色を塗っていき、少しずつ暗い色を重ねて塗っていきますよ。ちなみに今回のキャラの色塗りは、ぼかし塗りをするところもあったりするんで、ぼかしたいところは濃い色を先に塗り、その上から明るい色を重ねて塗っていきますよ。今塗ってるオレンジ色と、その上から重ねて塗る黄色がぼかし塗りするところとなります。さて、今回の失敗したところがこれ。髪の毛を黒色で上から塗ってしまったところです。いやね、私の頭の中のイメージとしては、オレンジ色の上に黒色を塗れば、
茶色っぽくなるかなと思ってたんですが、黒色を詰めても濁ってきたし、試しに上からオレンジ色を塗り重ねても、ちょっとなんか思ってたのと違う。結局乾ききらないうちに水でこすって拭き取り、もう一度塗り直すことにしましたよ。でもまあその判断が正しかったようで、せっかく描いたイラストがボツにならなくて本当に良かったです。それでは最後に仕上げのペン入れです。まずは丸ペンを使い細い線を入れていきます。と、最後の難関の定規のペン入れが残ってました。あ、危ない危ない。何回引いても全く慣れないこの緊張感。どうにか無事に引けました。そして G ペンで細かい塗りつぶしや太い線を入れて立体感を表現。最後にサインを入れて、今回は背景が黒色なんで白ペンでサインを入れましたよ。はい、完成しました。はい、というわけで今回のイラストは鬼滅の刃の吾妻善逸でした。皆さんいかがでしたでしょうか。ちなみにこちらが元絵、そして私が描いたイラスト。それでは次回の動画でお会いしましょう。また見てね。